黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。はい、皆さん、こんにちは。黒帯ゲームズの丹沢雄一です。今回の黒帯チャンネルは前回に引き継いで TRPG 次回、ゲームを遊ぶ上でゲームマスターと並んでなくてはならないシナリオにスポットを当てて深掘りしてみようと思います。ゲストは引き続きゲームマスターをついに本当に仕事にしてしまった男、一ノ瀬祐樹さんです。よろしくお願いします。一ノ瀬祐樹と申します。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回もだいぶ実践テクニックをいただいたんですけども、GM として活動してる一方でね、数々のオリジナルシナリオを発表されてますよね。遊んだことある方も多いんじゃないかと思うんですけども、今回はシナリオ制作についていろいろ伺っていければと思います。ちなみに僕自身は他の人が作ったシナリオを遊ぶという経験がほぼ最近までないまま30年ぐらい遊んできてしまいまして、基本的には自分の作ったシナリオでしかもワンオフでしかやらないというね、かなり特殊なストロングスタイルで来てしまったので、その辺もたくさんの人が遊ぶシナリオを書かれている一ノ瀬さんにお話をお聞きできればなと思っております。実際コンベンションでやるとそうなりますよね。そうですね。コンベンションっていうより僕9割身内なんですよ。あ、そうなんですね。キャンペーンっていう続きものが多いので、結局同じメンバーで次何しようって考えていくので、ワンオフにならざるを得ないっていうことで、コンベンションがメインの人とかと比べると、毛色の違うっていうか、なんならちょっと別の遊びしてるみたいなところはあるかなと思うんですけど、シナリオを作ろうってなる時のプロセスってなんかどこスタートだったりします。いろんな人に聞いたことがあるんですけど、いろんな派閥があるなとは思ってるんですけど、どっからスタートします？基本的にやらなきゃいけないからやってます。ここにセッションの日が決まってます。セッションが決まったからここまでにはやらなきゃね、みたいな。で、4人用のシナリオで、4人用のシナリオが必要だから4人用だよね。システムは何々ということがもう決まっているので、みたいな。すごい仕事っぽい。仕事っぽいというか、自分の場合割と選択肢が無限に広がっていきがちなんですよ。広がっていく選択肢を束ねるタイミングがどっかで必要なんですけど、それが一番やりやすいのが締め切りなので、セッション日が決まっているとかになると、そこには間に合わせないといけないって思うと、広がった選択肢と選定ができるようになる。色違いますけど、インディーゲームの人とかが、僕らはコミケがなかったら、物が作れないみたいなことを前言ってたことがあって、それはなぜかというと、インディーゲームの人って締め切りがないから、無限に作り続けちゃってゴールしないみたいな。無限に広がっちゃうから、コミケがあってくれるおかげで、それをエントリーした瞬間にスイッチが入るみたいなことを言ってましたけど、似た感じ。めちゃくちゃよくわかります。私のシナリオで一番遊ばれてるのが多いかなって思う。インセインの猿夢っていうシナリオを作ったんですけど、これ、今でも覚えてるのが、インセインっていうゲームそのものは、川島先生がトークショーで、今、サイコロフィッションのこういうゲーム作ってるんだよねっていうのをおっしゃられて、ものすごく遊びたかったんですよ。それをずっと遊びたくて、よし、じゃあインセインのルールブックの集めて、ここだな。2ヶ月前だけど、公民館今からだったら取れるから、今、発売直後の土曜日を取ろうって言って。うわぁ、攻めるなぁ。まだだってルールブックも見てないのに、手元にないです。もう自分を追い込むというか、締め切りを先に。でももう早く遊びたいから、ルールブックを Amazon さんが4日遅れて届けたら死ぬみたいな。その日ボードゲームするんですよ。仲間内で集めて、この日にインセインやるって決めて、ルールブックもないうちから、ルールブックが発売が遅れたらみんなでお通夜みたいなことです。そうですね。やったと思いね。思いね、みたいな感じでなったと思うんですけど、それに合わせて、事前にシナリオも、こういうことができるに違いないと思いながら、シナリオの概要っぽいのをなんとなく作っておいて、ルールブックが来たらそこの鋳型に流し込むみたいな作り方をしてできました。ちなみに、締め切り決まって、さあ作るぞってなるじゃないですか。はい、なりますね。作るときに、どっから書きます？導入からですね。入り口から作ります。鉄じゃなく。はい。必ず頭から作るようにしてますね。だからこそ、後で選択肢が無限に増えてきたときに大変になるんですけど、これ結末を先に作ると、選択肢の選定が楽なんですよ。そうですね。僕はちなみにケツから作ります。そうですよね。多分その方が作りやすい形の方が多いと思います。どちらかりにくいですよね。と思います。入り口だけ先に決めちゃうと、入り口から無限に分岐するじゃないですか。結局、敵はそもそも何なのとか、敵の思惑は何なのとかっていうところも含めて何でもできちゃうんですよ。同じ導入から。本当に雰囲気が180度違うようなシナリオとかも作れてしまう。何個かシナリオ拝見したことありますけど、よくあんなスッキリしたというか、筋ちゃんとしたシナリオに行きますね。はい。もうそれ全て締め切りがあるわけですね。あ、そうか。どっかでチョキチョキしてそうです、そうです。丸くするんだ。同じモチーフで、一回捨てた選択肢をまた引っ張り出してきて、別のシナリオにしたとかも結構あります。ああ、なるほど。そっから生えてきたものを無駄にせず、別のところで、再利用と言ったらあれだけど、どっかで形にする。そうですね。全然違う形にしちゃったから、じゃあ元のちょっとオーソドックスなやつだとこういう感じだったよね、みたいな思い出したらまた作ってみたいとか、いうのはやってますね。インセインとかだと、
特にその秘密がある系の忍び神とかもそうですけど、結構シナリオの作り方テクニック必要じゃないですか。そうですね。 4人いたら4人全員に1回乗り移ってシナリオを1回舐めてみて、どこかで迷わないかなとか、どこかで積んでしまわないかなとか、結構いろんなデバッグが必要になるじゃないですか。その辺ってマッピングして関係表書いてとか、そういう作り方ですか？そこはあんまりやらないですね。それをやらないために頭から作ってるんですよ。自分の作り方で言うと、シナリオの入り口、全員に渡す資料がまず一つありますよね。例えば予告であったりとか、今日こういうシナリオやりますよって軽い話でもいいけど、集めるときにまず宣伝する文句があるじゃないですか。それがまず一つ目になってて、二つ目に実際こういう導入ですよってハンドアウトを渡しますよ。フィアさんのゲームとかだと、そこがその2段階。でも、点が2つあればそこにベクトルができるじゃないですか。ってことは、そのベクトルに向かう先に調べられる情報を置いておくと、必ずそれを調べてくれるんですよ。そのベクトルの整理のために、必ず頭から考えるようにしてます。プレイヤー目線なんですかね。神の目線っていうよりは、プレイヤーがどう感じるかっていうところから、こう感じてこう動いてくれた時に、こういうどんでん返しがあるとワクワクするよね、みたいな、プレイヤーの目線で構築していくから、僕の場合はだからケツから言って、物語の大筋をガッと作って、からハンドアウトを作って、オープニングを作るので、一回ガーってケツから言った後に、頭からもう一回デバッグする必要があるんですよ。一回も頭から想像してないから。なのでさっき言ったみたいに、全員分脳内プレイをしなくちゃいけないみたいな話したんですけど、頭からやってる場合は、ちゃんとゴールにみんな行けば、デバッグしながら作ってってるって感じですかね。そんな感じですね。最初に渡すべき情報っていうところの制御は、さっきの予告からハンドアウト、インセントの忍び神はそれに秘密も入りますよね。その3点っていうベクトルができるので、かなり強力にこのハンドアウトを調べてねはできるんですよ。この情報、必ずそこ調べてねっていうのは、こちらから言わなくてもそうしてくれます。ただ、そのベクトルがずれたところに情報があるとか、その人の向かうベクトルの先何もないと、俺ってこれ何すればいいのって。迷っちゃうし、なんならそっち行ってくれないみたいなね。ホラーなんでその方がいい場合ももちろんありはしますけど。確かに、そうですね。インセインとまた忍び神でもちょっと作り方が違って、忍び神の場合は自分の任務に対して何が正解で何が反逆なのかみたいなことを割とちゃんと書いておいてあげないと、迷う人は迷っちゃったりとか、読み方によってはどっちも取れるなみたいななるべく避けるようにしてますけど、そうですね。インセインの場合はホラーだから、やや不安な感じに書いておいた方が不気味さもあっていいみたいなところあるかもしれないですね。ゲームによってもちょっとずつ違うかもしれないですね。ウルフとかもそうだと思うんですけど、割とホラーって手探りで最初何やっていいか分かんない局面ってあってもいいと思ってて、状況的には我々は大変なことで巻き込まれてるのは分かるけれども、じゃあどうすればいいっていうのをそこから一回考えなきゃいけないっていうのも、ホラー味があるというか。ホラーの場合は頭から作った方がいいのかな。全部説明できなくてもいいじゃないですか。なんか大変なことが起きて、わけが分からないやつに襲われたけど、そいつらが何者だったかはうっすら分かったけど、こうかもしれないぐらいでエンディングを迎えても全然いい。そうなんですよ。ですもんね。ケツから行く場合はね、結構論理立てて、こういう悪役がいて、こいつらはどういうモチベーションで動いていて、そこに巻き込まれた主人公たちはこのまま何もしないと何が起きてしまって、だからこうやって頑張るのであるみたいなことをお尻から作っていくと、ボスが明らかなんですよね。ホラーの場合は頭から作るっていうのをちょっと今度試してみようかなと今お話伺ってて思いました。他にシナリオを作るときに物語の作り方とか、工夫してる部分とかってあったりします？いつもできてるわけじゃないんですけど、日常でもちゃんと作っておいてあげたいなっていうのを、それは頭から作っていきましょうの話の中の一つでもあるんですけど、必ず日常シーンを頭に絶対に作りたいなって思ってるんです。なるほど。みんなが超人のゲームでもいいんですよ。超人には超人の日常があるわけじゃないですか。例えばマギカルギアとか、すごい超人、忍び神もそうですけど、でも彼らには彼らの一般人とは違う日常があるわけじゃないですか。まずその日常を作ってあげて、そこで関係とかを取らせてあげるっていうのを一回ちゃんとやらせてあげた方がいいなと思って。それがキャラクターシートに載っているだけの関係とかではなくて、ちゃんとそこにワンシーン割いて、家族を大事にしてるんだったら家族との団らんシーンを書くし、恋人がいるだったら恋人とのシーン書くしっていうことですよね。これは確かにマーベルの例えばスーパーヒーローものの映画とかでも必ず冒頭は日常シーンなんですスパイダーマンが学校行くシーンだったり、会社で来られてるシーンだったりするっていうのも、ヒーローものだと特に日常シーン。ホラーの場合も日常から非日常へ行くコントラストを描こうとしたら、やっぱり日常書いとかないと、いきなり脱出するみたいなやつの場合はね、いきなり非日常の場合もちろんありますけど。ホットスパットの場合も、それもいいと思うんですけど、TRPG の場合って、日常シーンをちゃんと書くことで、一つ効果が増えるところがあって、プレイヤーって一般人の人間として想定するじゃないですか、まずは。でも、プレイヤー
とキャラクターって絶対的な隔たりが必ずあるじゃないですか。その隔たりを埋めるためのシーンが日常シーンだと思ってるんですよ。なるほどね。いた子が呼び出すみたいな。で、そこでちゃんと日常シーンを作ってあげることによって、そのキャラクターが直面する非日常っていうのが、これはおかしなことなんだって分かってもらえる。ホットスタートでいきなり爆発するシーンから始めますにしても、その爆発になる前のシーンを一つ欲しいんですよ。アイス食ってたみたいなシーンがあって、爆発したからアイスを落としちゃうみたいなのを挟むだけで、日常からそこにスイッチする瞬間みたいなのが、こう、シームレスに描かれるっていうか、僕、デジタルゲームのシナリオを書いたりしますけど、気を使う部分で、ホットスタート結構流行るんですよね。プレイヤーさんも結構時間ない中、せっかちにやるから、もういきなり戦闘入った方がいいっていうのもあるんだけど、2分でもいいからちょっと尺をくれみたいなのがあったりしますね。そこで日常をちゃんと作ってあげることによって物語そのものを日常回帰の物語にするのか、最後に同じシーンに戻すっていうのね、結構エモくていいですもんね。やるか、日常から離れてしまったことを嘆くシーンにするのかっていうのを決められるんですよ。いずれにせよ結論の時に自分たちが立脚するところがどこだったのかっていうことをプレイヤーが語りやすいですもんね。そうなんですよね。家族がだんだんシーンに戻ってもいいし、一人欠けてしまった家族のことを思うシーンにしてもいいしみたいな。とか自分はもうそこの輪に戻れないんだなっていうのを遠くから見るシーンがいいんですけど、日常シーンを作っておかないと、キャラクターのこれから先起こることに対する起点がないんですよね。ゼロ起点の部分、私はそういうふうにスタート視点のゼロ起点って呼んでるんですけど、ゼロ起点をちゃんと整えてあげないと、いまいちこいつが何だかわからないままで進んじゃう時があるんですよね。プレイヤーさんの視点で言っても。自分なりの結論も出しにくいですもんね。そうなんですよ。争いが起きて巻き込まれて、はあ、よかったみたいな、薄っぺらいお話に、なりがちっていうか。最初と最後の部分を振り返るためにも、なるほどね。やっぱり日常進展が必要かなとは思ってますね。確かに。なので、日常シーンをまず丁寧に、そこまで時間はかけられないです、正直。簡単にでもいいですよね。本当に一言、二言、一シーン描写して、そこから行けばいいだけだけど。例えばこのキャラクターは、忍び神の自分たちのクラマの中でこういう立ち位置のキャラクターなんだなとか、そういうのが多分分かればそれで済む話なんですよね。そこからもう最終的にそのクラマを捨てて、はぐれ者にならざるを得ない物語でもいいわけだし、任務としてやって棟梁から褒められたみたいな話になるにしても、結局元の輪に戻るっていう話をするためにも、やっぱり日常が必要かなと。ああ、勉強になるな。確かそうですね。言葉にはしないけど、なんとなく思ってたけど、そうやって言葉にしてみると確かになっていうところがありました。僕はさっき言ったみたいにキャンペーンばっかりやるので、僕の作り方全然参考にならなくて、特集型なんですけど、キャンペーンなんで、みんなキャラ作ってくるんですよ。全10回とかだと、単発の時よりもだいぶ気合い入れて設定とか書いてくるんですよ。それを事前に見て、僕は全部頭に叩き込むんですよ。一言一句。例えば妹の名前とか書いてあったら、それもスッと出てくるように全部叩き込むんですね。で、その後やるのは、各プレイヤーのキャラクターシートを見て、各プレイヤー最低3つ、こいつこれがやりたいんだろうなっていうのを書き出すんですよ。例えばこのコンボが使いたいんだろうなとか、異常に割り振っている料理技能があるぞと。こいつは絶対に料理がしたいんだろうなっていうのを書くんですね。そうすると4人プレイヤーだったら12個、このシナリオの間に達成しておくことっていうのがあって、基本の筋は魔王を倒すみたいな簡単な話にしてるんだけど、途中で食事のシーン入れて、こいつが彼女と喧嘩するシーン入れて、みたいな。各プレイヤーが絶対やりたいであろうことを、キャラクターシートから引っ張り出して、それを全員なるべく平等に散りばめて味付けすると、あら不思議。基本のお話はめっちゃ簡単な話なのに、オーダーメイドのスーツになりましたみたいな作り方が僕は多いので、誰が遊んでも面白くするっていう考え方でシナリオを書き始めたのって、本当に最近その忍び神のシナリオを書かせていただいて、初めてだ、このシナリオの書き方って思いながら。そうだったんですね。わかんないと思って、僕いつもオーダーメイドで書いてるかわかんないっすみたいな。コンベンションの時もまさにそれやっちゃってて、割と余白を残した状態でシナリオを作ってって、お昼休みとかにみんなから聞いたエッセンスをそのままぶっ込むんですよ。同じシナリオ持ってってても、2、3回言ったら全然違うシナリオにしちゃってるので、書いたシナリオを皆さん通過するみたいな X とかで言っていただいてるのとか見ると、僕自身がその経験あんまりないのに申し訳ないなみたいな気持ちになるんですよね。自分以外の GM が回すじゃないですか。書いてることも、僕が考えてること全部アウトプットしとかないといけないし、迷わないように GM がやりやすいように書かないといけないみたいなところで、注意点とか、これは書いといた方がいいねみたいなことってあったりしますかね。そうですね。まず一つが、結構自分が意識していることは、書きすぎない。ボスの目的とか、そういう物語の軸になる
る部分は書くようにしてます。ただ、ここさえ守ってもらえば、あとは自由にやってもらった方がいいのかなと思ってて、X とかたまに話題になる改変不可みたいな強めの言葉で書かれてるのを見ると、そんなのはどうやって回すんですかって思っちゃうんですよね。そうですね。GM として見たの。GM の頭の中で再構築してもらうときに 100% コピーできないじゃないですか。僕が考えてた脳内をそのままコピーすることできないから、自由にやってもらうしかなくて、マスターってその場ではプレイヤーにそこには何がありますかって聞かれて、当然シナリオには書いてないけど、そこにはこういうものがあるよとか、武器として使えるものが落ちてるよとかっていろいろ説明しなくちゃいけなくて、そこでね、改変不可って言われても、書いてないものは改変じゃないにしても足さなきゃね、遊べないですよね。だからこそ、シナリオを設計通りに遊ぶために必要な最低限の指針だけ書いてあるのが一番いい状態のシナリオかなと思ってて、ここではこういうことをやりたいんですよとか、日常シーンはこういうためにやりますよみたいなことは書きます。でも、内容は何でもいいですよみたいな感じなんですよ、中は。もう一つ、絶対ここだけ断固として書いてるのは、プレイヤーに無理強いをする場合とか、無茶ぶりをする場合とか、GM が攻められそうな。展開上、もうそこは何をやっても逃げられないですよとかね。GM がプレイヤーに対して嫌がらせをしなきゃいけない場合、そこはしっかりと全てのプロセスをシナリオに書いてます。揉めた時に、なんで俺のキャラこんな目にあったんですかって言われた時に、シナリオに書いてあるからですって言えばいい。一ノ瀬祐樹が悪いんだってね。一ノ瀬ってやつが書いたから、俺は悪くない。それは、そう言ってもらった方が、絶対にいいですよね。その場では揉めないので、絶対に。シナリオがダメだったって別に言ってもらう分にはね、全然いいです。で、そうすると、ちょっと揉める空気になったとしても、GM とプレイヤーは味方に立って、その場にはいない一ノ瀬祐樹ってやつを攻めればいいんですよ。確かにね。そうすると、敵がいた方が GM は攻められなくて済むので、GM とプレイヤーが何らかの形で揉めそうとか、プレイヤーに何かの不利を飲んでもらわなきゃいけない、お願いをしなきゃいけないみたいなことは、とにかく細かく書きます。そこだけは。そうすることによって、GM の責任じゃなくて、シナリオの責任になるので、私のシナリオを遊んだ人は、GM もプレイヤーもみんなが楽しく終わってほしいんですよ、やっぱり。揉めて終わってほしくないんですよ。まあ、それが勝利条件ですもんね。だから、小説家とかだったら、このお話楽しかったね、この作家さんすごいねっていうことで終わるかもしれないですけど、テーブルトークのシナリオ別に誰が書いたかなんかどうでもよくて、その卓で GM さんがうまく回せて、プレイヤーさんたちが満足したら、それが勝利条件だから、それが一番大事なことっちゃ大事なことかもしれないですね。そうです。楽しく遊ぶっていうのを阻害しかねなかった瞬間に、これはシナリオのせいだよって言えるのって、他の人が作ったシナリオを作ることの一番メリットだと思うので、そういう時はもうぜひ一ノ瀬が悪いっていうふうに皆さんでお伝えいただければよろしいかと思いますので、私その場にいない関係ないですから、そうですね。別にダメージも負いませんから、何のダメージも負いませんので。配布するシナリオとか販売するシナリオとかの場合って、テストプレイすると思うんですけど、テストプレイってどういう感じでやります？自分はあんまりテストプレイしないんですよ。自分で何回か回して、いけるかな、だったら、頭から作るじゃないですか。頭から作って、作りながら動作試験が終わってるので、脳内で1プレイ、2プレイ終わってるから、大丈夫なはず。だから、基本的にそれで大丈夫なはずなんですよ。戦闘のバランスとか、実際どうなるのとかっていう部分はあるにしても、戦闘チェックだけするかな、みたいな感じですね、戦闘はいろんな人が同時にいろいろ物事を考えるから、何回かやった方が精度は上がりますよね。戦闘もね、僕が書いたシナリオ結構、コアな方からは、ボスがヘボすぎるみたいなよく書かれるんですよ。僕、弱めに作ることが多くて、私もそうします。事故るよりは1ラウンドで死んだ方が楽しいじゃんみたいな。結構粘らないようにするし、絡めて使うにしてもワントリックのみにしますね。1個だけびっくり技出すけど、それでもう終わりとかにしないと、GM も結構大変じゃないですか。3択あるよとか、プレイヤーがこう動いた時はこうしましょうみたいな。いっぱいあると、ステータスだけ見てピンと来る人はいいけど、ピンと来ないじゃないですか、大体。結構簡単に作っちゃうんですけど、初心者向けにはいいけどね、やっぱ長く遊ばれてる忍び神とかもそうだし、東京の場とかもいっぱいありますけど、長くやってると、これいいことなんだけど、初心者からベテランの知識の差がすごい開くじゃないですか。で、ベテランはベテランで楽しく遊びたいから、歯応えある敵作ってほしい。これもわかる。でも初心者はこんな歯応えある敵出したら太刀打ちできないから楽しく遊ぶためにはもっと弱くしてほしい。配布するシナリオはどっちかというと初心者が事故らないように作っといて、そういう意味では改変してくださいって感じですよね。ベテランの人は敵のデータだけ改変してくださいって最近強く心に念じながら、敵が弱いとか言われても、じゃあ、2発で死ぬとはな。助かりしてくださいよ。そう。自由してくださいみたいな。今後は書こうかなって思いました。ちょっと弱めに設定しているので、プレイヤーが慣れている場合は、奥義を一つ足してもいいかもしれませんみたいなことを書いとくだけで、全部違うかなと思って、最近それをちょっとね、思うんですよね。リューハブック結構ね、シナリオ書かせてもらったんですけど、毎回心臓バクバクしながら、こんなんでいいのかなそうなんですね。わかんないみたいなのがね、書いてました。
リューハブックの丹沢さんのシナリオ全部面白いんでね、ぜひ。結構ね、デベロップでやっていただいてるの恐縮です。ありがとうございます。私が好きなポイントを押さえたシナリオが多くて、あ、本当ですか？デベロップでなんとか割り込まされないかな、このシナリオみたいになってありがとうございます。結構ね、4人限定とかになっちゃってて、僕はそれも苦手なんですよ。今日もう5人集まるから5人向けのシナリオみたいにオーダーメイドでしか書いたことがないので、2人でも3人でも4人でも遊べるシナリオとかの抜けてもいい PC4 のお話とかが考えられないんですよね。だからね、いつも4人ですみたいな。3は無理みたいなシナリオしか書けなくて。リューハブックの中では珍しい、忍びスペースエスケープが3から4人の調整可能なシナリオなので助かってます。あれだけはね、めっちゃ頑張った。あれがね、一番最近じゃないかな。デベロッパーで回してるインセインのシナリオって、1人からでもはいはい参加できるみたいな。ホラーはやりやすいですよね。ラストでガチバチバトルするっていう感じじゃなかったりすれば。そうは言っても、なかなかインセインのシナリオで2から5人用っていう調整能力を持ったシナリオを20本以上持ってるのはそんなに人いないと思います。はいはい。インセインだけじゃなくて、もう一個苦手があって、ホラーがね、好きなんですけど、僕がホラーのシナリオを書くとみんなが大爆笑して終わるんですよ。昔、中学生の時にいたサークルで、すっごいホラーのマスターが上手い方がいて、もう TRPG やめてられちゃいましたけど、その人のシナリオ本当にみんなが怖がって遊んでたんで、あれどうやったら再現できるんだってずっと思ってるんだけど、僕がホラーをやるとみんながゲラゲラ笑うっていうことで屈辱を味わうんですけど、なんかコツってあるんですかね？ホラーに関してはシナリオというよりマスタリングの側なんですよ。どっちかっていうと。もうダメか。同じシナリオでも自分が回すのと丹沢さんが回すので雰囲気って結構変わってきちゃうと。語り口とかも多分あるし、間の取り方とか。丹沢さんまず人間が面白いじゃないですか。いやいやいや、なんか人間が面白い人がやると面白い空気になるんですよ、絶対に。そうね。陰気に、じゃあ稲川淳二のテンションで喋ってください。そうだね。無理じゃないですか。稲川淳二さんは多分上手いですよね。うまい、めちゃくちゃ上手い GM です。クトゥルフの GM とか多分上手い。語り口とかテンポとか伝え方、語彙の選択とかもあるんですけど、そこでまず丹沢さんが面白いから、丹沢フィルターが一回入っちゃうんですよ。絶対に。言ってるのは僕だね。その先にどんなに恐ろしい魔物がいても、ちょっと面白くなっちゃう。ちょっと面白くなっちゃう。ここは無理に頑張らなくてもいいってなので、ことですよね。私も多分ダメです。あ、本当ですか？シュンとした空気になるとちょっと茶化したくなりません？なる。それホラーに向いてないです。そうか。もう性格的な問題なんですね。はい。ちょっとここは諦めることにしました。シナリオベースで作る分には問題はないんですけどね。シナリオ的には、ホラーは、このキャラクターって何が怖いんだろうって想像したから作る。ファンタジーとかだと、このスキルを使って、このキャラクターはどうかっこよく活躍したいんだろうって思うけど、それと似たような感じで、このキャラクターはどう怖がりたいんだろうとか、何が怖いんだろうっていうのにフォーカスするといいかもしれないですね。そうですね。確かにあんまりその視点はなかったかもな。キャラクターが事前に分かってるんだったら、例えば人生に特化すると、キャラクターごとに自分の弱点になるものをちゃんとみんな持ってるので、最初から恐怖心っていうデータを持ってるので、その恐怖心を指定する共感度いっぱいさせれば、ゲーム的にはひどい意味で合わせられます。でも、ゲーム的にひどい意味で合わせるのと怖い意味で合わせるって違うんですよね、多分。この情報って見たら怖いよね、ぐらいの感覚でもちろん作るしかないんですけど、あとはテキスト的に見て嫌な気持ちになるテキストを書いておくとか、っていう作り方にやっぱりなる。インセインで一番ドキッてするのは秘密を自分で見たときに、すげえこと書いてあるぞみたいなときに、どうしようみんなにバレないようにしなきゃとか、その瞬間が一番ドキドキしますもんね。テキストを見たときにゾワッとするというか、情報なんもないのに助けてしか書いてないとか、みたいなの見たら嫌じゃないですか。確かに。ホラーは本当に何をされたら人間って嫌だろうなって思いながら書くといいかなと思います。ホラーも頑張ってみようって思いました。インセインのシナリオで公開しているものが多いからっていうのもあるんですけど、大変皆さん嫌な気持ちになっていただいているようで、ありがとうございます。嫌な気持ちにさせるコツって何かあるんですか？シナリオを作る側からすると、後から嫌な気持ちになりましたって言われても傷つかないメンタルを持つことですね、まずは。それはあくまで一言なのでっていうことで処理をしてしまうっていうのがまず一つなんですけども、テクニック面の話だけで言うと、まず日常シーンを書くってさっき繰り返して言いますけど、そこで何かの出会いとか渡してあげるものを与えたんだったら、後でちゃんと奪う。力を与えたら奪う。ヒロインを与えたら奪う。あげて奪う。一度ちゃんと日常の中であげて、それがある日常を書いた上でちゃんと奪う。波動昇竜拳みたいな。なんで、プラマイゼロにする。浮かせて落とすみたいな。そうです。匂いとか、触覚とか、想像つく日常的ななんかってあるじゃないですか。そう、雨の匂いがしてくるとか、なんとなくあの鼻くすぐる感じわかるよねとか、みんなに身近なものを入れるとか。結局のところ、それを想像してもらうことが一番なんですね、結局は。忍びの超近くって我々は持ってないわけじゃないですか。でも、一般の人間に理解できるように書いておけば、人間のプレイヤーがちゃんとそれを近くしてくれるので、そういうところで想像をしやすくした上で、その想像を裏切る。
忍者の時とかっていうのは、忍法を使って戦ってる時に感情移入はそんなできないから、どっちかっていうとなんか三人称視点のゲームっぽい感覚で遊んでると思うんですよね。すごい超絶動いてるヒーローをコントローラーで遊んでるみたいな。だけど、ホラーの場合って一人称視点っていうか、FPS とかみたいな視点になるといいなーっていつも思うんですけど、なかなかそこがね、こううまくいかなくて、そこで困ってるやつを遠くからカメラで見てるように見えちゃうから、笑けちゃうのかなみたいな。後ろからゾンビが迫ってるのが、こっちで見てると笑えるじゃないですか。後ろ来てるよってなるけど、でも一人称視点で後ろ振り返ったらゾンビがいるってめっちゃ怖いじゃないですか。そこなんかあるんですかね。トークテクニックなんですかね、その辺の。トークテクニックもあるんですけど、インセインの場合は、それすごく実は作りやすいんですよ。秘密の部分を読んでる瞬間は、キャラクターが感じたものを今まさに見させられるんですよ。秘密を見た時に1秒目に肩を掴まれたって感じたら、想像できちゃうんですよ、ね。そこで後ろから急に肩を掴まれた感じが出せるのか。しかもそれを自分だけが読んでたりすると、他の人は誰も助けてくれない中、自分だけがそれを味わわなきゃいけないんですよ。それがちゃんとギミックとしてあるから表現しやすいってことですね。ハンドアウトめくって秘密を見るっていうその瞬間の情報は、プレイヤーとキャラクターが完全に一致するポイントなんですよ。絶対に。なるほどね。川島先生、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に面白い、素晴らしいツールをいただいて、本当にありがとうございます。インセインだったら、そういうツールをうまく使うと、そこが再現できるってことですね。逆にその後で忍び神とかも同じですよね、ロジック的には。マイカルキャラとかもそうですよね。秘密のカードめくれるやつは、プレイヤーとそこですり合わせを行わせるのはすごく楽です。そうじゃない場合は、シナリオを読み上げる形になるので、生き方の問題とか、読み方の口取りとかだとそうなっちゃいます。ありがとうございました。あっという間にお時間となってしまいました。本当にね、いろいろ貴重なお話聞かせていただいてありがとうございます。一ノ瀬さんにね、2回にわたって黒帯チャンネルご出演いただいたんですけど、いかがでしたでしょうか？初めちょっと緊張されていや、今も緊張した。そうですか？ GM とそんな変わんないと思うんですけどね。そうは言ってもね、目の前にプレイヤーさんがいるかどうかっていう、いない方が緊張しますね。本当に。そうですね。知らない方が何人も見てるということでね。なので、ついカメラを見てる人に話すよりも、丹沢さんに話すことが多くなっちゃった。そうですね。というわけでね、前回もね、ご説明いただいたんですけど、ちょっと改めてですね、一ノ瀬さん、手ぶらっぷでオンラインでプレイできる場を提供されているということで、この動画見た方がですね、遊べるようにということで、手ぶらっぷでの参加方法、改めてご説明いただいてもよろしいでしょうか？はい。手ぶらっぷでは、ライブポケットっていうチケットサービスを基本にしているので、まずはライブポケットにユーザー登録していただく必要がまずあります。そこから自分の行きたい日付、そして行きたい時間のゲームですね。シナリオから選ぶでもいいですし、システムから選ぶでもいいです。新しい新作のゲーム出たら結構ちゃんとサポートするようにしてますので、自分が行けそうな枠の予約を取っていただく。予約を取ってお金が払われた状態になると、登録したメールにディスコードの招待が届きます。あとはディスコード入っていただいて、当日の開始時間を待つだけです。ルールブックいらないって立て付けでやってますので、そうなんですね。なんで手ぶらで遊べるのが手ぶらプレイなんですね。それはそうだ。必要なものとしてはディスコード入れる必要があるっていうのと、ホリアを見ることができるパソコンか大きめのタブレットがあるといいかなと思ってます。はい。それさえあれば、手ぶらで待っていただいて、一ノ瀬さんのマスターでも遊べるし、時々ゲストだとか、冒険企画局のセナパさんが参加されたりとかするということで、ベテランのマスターと一回試しに遊んでみたいという時もいいですし、一歩ね、マスタースキル盗んでみたいという時でもね、いいと思いますので、ぜひぜひね、参加していただければと思います。あとは、手ぶらアプリで毎回好評いただいている企画、シナリオ作成相談会っていうのもあります。今回シナリオの話だったんですけど、作りかけのシナリオがあるんだけどとか、なるほど。ネタだけあってこれどう膨らませればいいですかねみたいな、そういう時とかも持ち込んでいただけたら、限られた時間にはなるんですけど、参加したみんなでディスカッションしながら、これもっとこうついたら面白くなるんじゃないの面白そう。っていう企画があったりもしますので、そちらはなんと300円とかで参加できますので。安っ。複数人のこともあるんですね。みんなお悩みを持ち寄って、みんなで解決できたらいいねって。そうです。面白いですね。もちろん、私の方でメインの司会進行していきますので、私の方からアドバイスできることがあったらアドバイスしますし、所詮私も一人の人間なので、他の方からもっといいアイディアとか、別角度から見た案とかが出たりすることもあるので、シナリオを完成したいとか、より面白いシナリオをしたいっていう人もね、ぜひ参加できるようになってますので、セッションもいいですけど、シナリオ相談の話だけしたいっていう人もね、ぜひ来ていただけるといいかな。はい。概要欄の方にですね、リンク貼っておきますので、ぜひね、興味持たれた方は手ぶらアプリでチェックしていただければと思います。はい。というわけで、一ノ瀬さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたね、お時間あれば遊びにいらしてください。JRPG もね、一緒に遊びたいですね。本当に遊びたいです。ということでね、いつもマスターやられてるので、僕マスターやりますので、助かります。ぜひ一緒に遊びましょう。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。黒帯チャンネルでは素敵なゲストをお招きしたりしながら、普段あまり踏み込まないゲーム制作の深い部分扱っていく番組です。扱ってほしいテーマや呼んでほしいゲストなど、コメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。コメント欄が非常に寂しくなっております
ので、ぜひぜひ書き込んでいただけると、スタッフ一同嬉しいです。ということで、また次回もお楽しみに。さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。